皆さん、こんにちは。ありのまま日記第6回になります。さあ、いかがですか？日記書いてらっしゃいますか？第5回の補足というか修正を1点させてください。前回はここ、できなかったことについて、もしね、思いつかないとき、見つからないときは書かなくていいですよってお伝えしました。これは日記そのものを書かなくていいよという意味ではありません。日記はね、日々書いてほしいんですね。この書く内容4つある中の2番は無理して書かなくてもいいよっていうことです。ここはね、お間違いないようにお願いいたします。日記を日々書くということは、このご自分の心身のバロメーター、これをね、知ることになります。前回言葉が足りませんでした。お詫び申し上げます。さあ、ではここから第6回入っていきます。第6回はできたことについてです。さあ、皆さん、早速ですが、一つ質問させてください。今日一日を振り返り、できたこと、一つ思い出してみてください。いかがですか？この質問をしますと、なかなかすぐには出てこないな。失敗したことやできなかったことの方が先に出てくるんだけどな、っていう方もいらっしゃいます。これね、ある意味、人類の進化の過程で考えてみますと、当たり前のことかなと私は思っています。人間というのは、できたことよりもできなかったことや失敗したことの方をきちんと記憶しているんだろうなと私は思っています。さあ、ではこの理由をね、考えてみようと思います。皆さん、イメージワークにお付き合いください。今から1万年前の世界にタイムトラベルしてみようと思います。今から1万年前ですからね、こうジャングルというか密林のような世界ですね。で、私が普通にこう道を歩いていて、なんか美味しそうな果物があるぞと手を伸ばしました。さあ、今だったらね、これそんなに危なくないですよね。でも今から1万年前、どうですか？これ危ないですよね。うわ、失敗したーって思って、怖い怖い怖いって私がねぐらに逃げ帰りました。さあ、そしてこのね、怖かったとか失敗したっていう記憶をすっかり翌日忘れてしまいました。多分また同じことしますよね、これね。さあ、こんなことを何度も何度もやっていたのでは、私は命がいくつあっても足りなくなります。ということは人類というのは、この進化の過程でね、失敗したとかできなかったとか怖かったっていうものをちゃんと記憶しておこうねっていうことをこれ学習したんだと思います。これがですよ、今の私たちもちゃんとね、影響を残っている部分があります。例えばですよ、100点満点の試験で90点取ったとします。これ丸の方が圧倒的に多いですね。本来だったら丸の方に目が行ってもいいのに、返ってきた答案用紙、×の方に目が行きませんか？これ全く同じ理屈ですよね。次回もここ間違えたら困るよっていうことできっと×の方に先に目が行くんだと思います。さあ、ということでね、人間というのはできなかったことの方を記憶しているんだよっていうことをお伝えしました。ただそうは言ってもね、ちゃんとできたことってありますよね。このできたことを見つけるっていうのは、なぜ大事かっていうと、できなかったことに目を向けちゃいますと、ああ、失敗したとか悲しいとか悔しいってなります。でもできたことの方に目を向けると、嬉しいとか楽しいとか、ああ、よかったってなりませんか？さあ、マイナスの気持ちで終えた方がいいのか、プラスの気持ちで終えた方がいいのか、これ第5回でもお伝えしましたね。ぜひね、できたことっていうものを見つけていこうと思います。さあ、ではできたことっていうのは、大きく分類すると全部で5個あります。1つは結果ができたこと。2つ目は途中までできたこと。3つ目は他にできたことです。じゃあまずこの3つ考えていこうと思います。ではね、学校に行けなかったお子さん、男の子で考えてみますね。結果で考えてみれば、学校に行ったか行かなかったか、ここでね、できたかできなかったって分かりますけども、途中までできたことはありませんかって考えてみると、行けなかったとしても、その中にね、できたことって見つけることができると思うんですよ。例えば、じゃあその男の子はね、朝起きることができた。お父さんお母さんに挨拶することができた。ランドセルに教科書を入れることができた。着替えることができた。そして玄関まで行くことができた。ただ、靴を履こうと思ったら足がすくんでしまって、部屋に戻ってしまった。さあ、でもね、結果だけ見ればいけなかったになりますが、できたことって5個ありませんか？
で、私がね、じゃあその男の子の、親だとします。なんだ、今日行けなかったのかって、ここだけ注目するのか、そっか、今日ここまでできたんだよね。すごいね。さあ、途中をできたところを評価するのと、どちらがその男の子は明日行ってみようって思いますかね。ぜひね、このね、結果はできなかったとしても、途中はできたものってあると思うんですよ。それから、他に何かできたことを、じゃあ今のケースで考えてみましょう。男の子がね、学校には行けなかった。でも、家にいて、家の手伝いができたとか、本を読むことができた。あとはね、ゲームとか漫画ができた、読むことができた。これもある意味できたっていうことでね、評価できると思うんですね。このようにね、他に何かできたことありませんかっていうところを探せば、多分何かあると思うんですよ。前回ね、一つ例を挙げましたね。病院に今日行こうと思った。でも行けなかったんだよ。これ、上げて下げるっていうことでね、前回お伝えしました。今のケース、これ入れ替えたらどうですかって前回言いましたね。今日は病院に行けなかったんだよ。でも行こうと思ったのは確かなんだよ。でこのようにね、上げ調子の方がいいですよっていうことをお伝えしました。ただ、今の例文とかだとね、いや、でも結果的にこれいけなかったんだもん、どっちも同じじゃないかって言われるときがあります。確かにそうだなって思うんです。でも、病院には行けなかった。でも、他に何かできたことって探せばありませんか？ね、買い物ができたとか、家でまったりできたとか、これもね、探せば他のものってあると思うんですね。ぜひね、その日一日を振り返り、これはできなかったけれども、代わりにできたものってあるよねっていう点で探してみてほしいんです。それからもう一つ、でもどこに何もないよっていう方。さあ、四つ目。今日一日無事に過ごすことができた。これってものすごく大きなことではないでしょうか。それこそね、日記を書くとき、これね、夜書いてくださいって、お願いしてますけどもね、夜寝るときにですよ、あ、今日一日無事に過ごすことができたなとか、だから今日日記書けるんだな、こうなると、ああ、よかったとか、ほっとしたとか、その日一日に対する感謝とかね、そういう思いなどもね、出てくるように思うんですね。さあ、ということでね、今日はここまでになりますが、できたこと、ぜひね、1、2、3、4探してみてください。で、この丸5については次回考えていこうと思います。さあ、今日はここまでになります。最後までご視聴くださりありがとうございました。では、失礼します。